フラッペめちゃくちゃ久々に飲みました。めちゃうまいですね。ルマンド味だって。ただこれ最初のほぐす作業がいまいちだったのでめっちゃ固まってます。そしてストロー逆、最初のね凍ってるやつをほぐす作業、手を抜くと全然固まって飲めないですね。髪切ってきます。結構もう2ヶ月ぐらい切ってないんじゃないかな。またぼーっとしてたら結構伸びてきてしまったんで切ってきます。最後に切ったの5月ぐらいだと思うんですよね。6月は多分切ってないです。なので少なくとも1ヶ月半ぐらいは切ってないはずです。お、すごい、だいぶ短くなった。脇がめっちゃ涼しい。すごい涼しく感じます。結構体感温度下がる。コーヒーのお供はこいつ、アルフォートの厳選サボ、和紅茶の味みたいなんですけど、確かにチョコが紅茶の味で、この下のクッキーといい感じの相性な感じです。これね、私がかれこれ3年ぐらいになるかな、愛用してた、キークロン K3 っていうキーボードなんですけど、これね、キークロンっていうブランドの、ロープロファイルの、メカニカルキーボード。普通のメカニカルキーボードより薄型なんですよね。ロープロファイルのキーボードで、ストロークが少し、浅いキーボードになってます。で、軸の色は赤になっております。これをですね、メルカリに出品したら売れたので、発送したいと思います。発送する前に記録として動画を撮ってるんですけど、いや、これもめちゃくちゃ良かったですね。キーボードの中では赤軸が一番この打鍵感とか好きで、しかもこのデザインとかもすごく良くてね、この筐体とかも、アルミでできたりしていて、めちゃくちゃ、品質も高くて、デザインも見た目も良くて、気に入って使ってたキーボードで、で、これね、ロープロファイルでストロークが浅いので、MacBook とかの相性が良かったんですよね。そんな感じのキーボードなんですけど、昔は MacBook をクラムシェルモードにして、完全にこう MacBook の、蓋を閉じた状態で、外付けのキーボードとこの、キーボードとマウスで操作してたんですけど、最近は、MacBook 開いたままディスプレイにつないで、で、MacBook のキーボード、マウスはね、別で使ってるんですけれども、MacBook のキーボードを使って作業することが多くなったんですよ。なので、このキーボード全然使ってなかったので、ちょっと出品したっていうのと、あとね、そう、いずれ Windows の PC を組みたいなとか思ってて、まあその時に使えるかなと思ったんですけれども、まあその時はその時で、キーボードはちょっと買い替えたいなと思ってて、このロープロファイルのやつじゃなくて、普通にこうストロークがある、スタンダードな、よく見るタイプの、メカニカルキーボードをちょっと買いたいなと思ってて。で、それプラス、これね、なんだっけ、65% っていうのかな、この配列。点キーとかがないタイプになってるんですよね。なので、点キーとかもあるモデルをね、ちょっと買い替えようかなと思ったので、まあ、どっちにしろ今はいらなくなったので、ちょっと、最近はいろいろ欲しいものが増えてきたので、お宝を眠らさず、必要なものに変えていこうっていうことでね、こいつは、売却することになりました。で、なんかね、で、これもね、完璧な状態じゃなくて結構ね、問題点があって、まずはこれですね、ここ。裏側のこの足の部分ですね。これがね、一回取れちゃったんですよね。取れちゃったので、アロンアルファでくっつけたら、この接着剤の跡がね、ついてしまってるっていう。これと、あとね、これ、このキーボードって Mac でも Windows でもどっちでも使えるように Mac 配列と Windows 配列でキーって変わるじゃないですか。なので両方を使えるようにこのキートップがね、Windows 用のついてたんですけれども、まあ今これ自分は Mac で使ってたんで、Mac のキートップ、まあこのオプションキーとかコマンドキーとか、これ Mac のものがついてるんですけど、Windows のキートップがね、買ってた時についてたんですけれども、それがね、なくしてしまったんですよね。
なので、一応ね、ここでWindows と Mac って切り替えられるんですけど、まあ、操作自体は Windows で問題なくできるんですけど、キートップの印字が Mac のままっていう状態になってるっていうのと、あとこれに関しては完全に原因不明なんですけど、この C キーと X キーの間のネジですね。これがなぜか錆びてるっていうね。こっち側にも、ここにもね、ネジがあるんですけど、これは黒いネジで、元の色が黒だったんですけど、なぜかここが錆びてるんですよね。これに関しては、ちょっと原因がわかんないんですけど、ちょっとこの錆びてるっていうので、この問題点が3つあるので、かなり割安で、いくらだっけかな ?4500 円だか4000円だか、そのくらいで売れたので、まあ良かったかなっていう感じではありますけど、このキークロンっていうブランドはかなりおすすめで、まずこのデザインがね、めちゃくちゃいいっていうのとか、Mac でも Windows でも使えたりとか、あともちろん Android でも iOS でも使えるっていうのとか、あと何よりいいのは、こうカスタマイズがすごいできるっていうことなんですよね。公式サイトとか見ていただくとわかると思うんですけれども、まずこのキーボードが、まずこれ紹介したこのロープロファイルのものと普通のスタンダードなキーストロークのキーボードがあったりとか、あともちろん軸の色ですね。これ赤軸なんですけど、軸の色もね、青とか茶色とかいろいろあったりとか、あとバックライトですね。あ、そう、ちなみにこれバックライトはホワイトしか光んないものなんですけれども、ホワイトのみのバックライトのものもあれば RGB で、光るバックライトのものがあったりとか、あとキーのね、何パーセントとか、その65%だか75%か100%っていうのも全部選べたりして、まあ、点キーがつくとかつかないとかね、そういうのの違いだったり、もうね、本当にもっと小さいやつだったら、このナンバーのキーも省略されてて、ファンクションキーを押しながら、ここら辺を押すと数字の入力ができるみたいな、そんなのもあったりして、で、それがね、自分好みにカスタマイズできるんですよね、それらの。全部ね、これらの項目をカスタマイズできるので、もう、何百通りもキーボードがあるわけなんですよ。なので、それもすごいおすすめですね。あとは、ベアボーンとか持ってるので、自作キーボードとかやってる方だったら、まあ、大体、知ってるブランドだとは思いますけれども、自作キーボードとか、やる人とかにもおすすめできるブランドですね、キークロン。おはようございます。朝のコーヒーです。これ雨降ったんですかね。路面が濡れてるな。でも気温が今日そんな24度か。なんかそんなに気温的には暑くないですね。湿度は多分高いと思うけど、そんな蒸し暑くない。よし。お、来た。あ、想像以上に質感が高いな。そしてめちゃくちゃ頑丈そう。メルカリでですね、マンフロットの、ミニ三脚を買ってみました。めちゃくちゃ良くないですか？あ、めちゃくちゃいい。ちょっと最近ミニ三脚を探してて、今ね、こういうでかい三脚ですね。これはスリックのやつですけど、このでっかい三脚しかうちにはなくて。で、もうちょっとね、手軽に、三脚で撮影したいとか、小スペースね、例えばこういうテーブルの上とか、こういう小スペースで撮影したかったりとか、あと何よりもね、携帯したいっていうことですね。このでかい三脚って折りたたんでも結構な大きさあって、まずバックパックには入んないし、スーツケースとかにも入れると結構ね、スペースが、圧迫されちゃったりとか、あと出先で使うのとかもめちゃくちゃわざわざこう広げてでっかいスペース取るみたいな感じで、もうちょっと手軽に使いたかったので、ミニ三脚を探してたんですけど、このマンフロットのやつが、中古でこれね、もう1200円とかで売ってて安すぎてびっくりしたんですけど、マンフロットのミニ三脚、ゲットしました。もうなんか使う前から結構品質も高いし、頑丈そうだし、良さげなことがもう、使う前からわかるんですが、あ、これがあれか、コールドシューがついてるとかって、ここにマイクとかつけられるんですかね。これちょっとどうやって、この雲台、動くんだろう。動かない。ここが雲台になってて、角度がこう、無制限で、無段階で変えられるので、これで角度とか、
ミニ三脚って結構ね、角度変えられないもの多くて、でもこれに関してはここが動くからね、角度変えられると思ったんですけど、動かないな。なんか明らかに動く機構になってるし、で、今もこれ斜めになってるから、絶対動くとは思うんだけど、なんか動かない。ちょっと動かし方後で調べてみますか。デザインドインイタリーって書いてありますね。そう、マンフロットってイタリアの、カメラギアのブランドですね。もちろんね、家で使うのも便利なんですけれども、なんかこう出先で、なんかどっか旅行行ったりとか、実家に帰ったりするときに、この三脚持っていくのはしんどいので、これをバックパックとかに入れても全然スペース取んないし、軽いので、で、使いたくなってもこうすぐ、この状態からパパッと広げて、これで使えるっていうね。で、角度も変えられるっていうので、めちゃくちゃいいと思います。で、家の中で撮るときとかも、がっつり撮影するとかってなったら、このでっかい三脚を使うのもいいんですけど、軽く撮影したいっていうか、それこそこういうVlog の動画とか、そこまでこうあくまでこう日常の中でカメラを回す、っていうことがコンセプトなんで、あんまりこう、撮影の準備とかに時間をかけたくないし、この家もね、そんなに広い家ではないので、どこでも三脚立てられるわけじゃないので、やっぱりこういうの一つは持っとくといいのかなと思って、で、常にバックパックに入れとくと。それでいいんじゃないかなと思います。で、ここに三脚ネジがついてて、iPhone だとこれ今、ウランジのクランプですね。クランプにつけて iPhone だと撮影したりとか、あと GoPro とかだとここにアタッチメントつけて撮影することができるので、いいんじゃないかなと思います。で、強度これ耐荷重とかがね、どのぐらいあるのかはわかんないですけれども、別にね、ミラーレスカメラとか載せても大丈夫そうな強度はありそうですね。あれちゃんとゴム足もついてて、滑らないようになってます。デザインもいいし、めちゃくちゃ気に入りました。あ、これ動かし方分かった。ここがボタンになってるみたいなんですよね、ここ。これがボタンになってるみたいなので、これをギュッと押すと、あ、動きますね。この雲台が動くと。これがね、もうこんな感じで、めちゃくちゃ自由に動かせるんで、角度が自由に変えられるんですよ。ちょっと上の方向けたいなって言ったら、こうやって上の方向けることもできるし、めちゃくちゃ自由自在にね、傾けたりとか、そういう使い方もできるっていうね。ちょっと傾斜したところに三脚を置いた場合は、ここで調整もできるみたいな。そんな感じの。いやー、これめちゃくちゃ買ってよかったです。しかもですね、これ、こうやってハンドルとして使うこともできるんですよね。これもうすごいね、デザインがこだわられてて、この足畳んだ状態でこうやって、グリップとして持っても全然違和感ないんですよね。しっかりとグリップすることができて、めちゃくちゃ安定するんですよ。これ、グリップとしても使えるかもな。なんと三脚の他にもグリップとして使えることが分かりました。あ、これいいな。だからもうあれですね。もう三脚として使いたい時だけ、こいつにカメラマウントするんだけじゃなくて、もう常に、カメラここにつけといて、三脚として使わない時はもうグリップとして使っちゃうみたいな。そういう使い方もありないんじゃないですかね。いや、これは絶対、一本は持っといた方がいいでしょっていう製品ですね。おお、いいねいいね。これはめちゃくちゃ買ってよかったです。新緑羊羹。かすかに抹茶の風味がしますね。ちょっと家族に追加で仕送りをしてもらいました。6月の初めぐらいに、お米を送ってもらったんですけど、で、その時5キロだったかな、お米を送ってもらったんですけど、普通だったら自分は1ヶ月に5キロくらい、だいたいこう10キロの、お米送ってもらった時にだいたい2ヶ月ぐらい持つんで、だいたい1ヶ月5キロぐらい食べるんですけど、でもどうなんだろう。前回の仕送りから1ヶ月ぐらい経ったのか忘れましたが、お米がね、なくなっちゃって、で、お米がないことになくなってから気づいて、何日か、パスタとかパンとかしか、あと麺とかしか食べれてなかったんですが、ちょっと、お米を送ってもらいました。そう、7月ぐらいに家族がね、こっちに来てくれる予定だったので、その時に送ってもらおうかなと、持ってきてもらおうかなと思ってたんですけれども、それまでになくなっちゃったんですよね。そしてね、まだ7月の初めではないですけど、まだ7月あるんで、それもね、8月の初めぐらいに実家帰るんですけど、その時でも半月ぐらい実家にいるんで、あんまりお米残しときたくないっていうことで考えてたんですけど、多分これも食べちゃうと思います。
お米だけだと思ったらいろいろ入ってました。ていうか、電気ちょっと暗いな。これつければいいか。うわ、ちょっとこれ蛍光灯だからフリッカーがすごいですけど、台所の上についてるこの天井照明、これ、いつもこのレンジフードとこの収納の下についてるこの照明しか使ってないんで、めちゃくちゃこの照明を久々につけたんですけど、ちょっとフリッカーすごいな。これ蛍光灯だからな。なんとか直接映さなければフリッカー入んないみたいですけど、さあ、麻婆豆腐の素と、麻婆春雨。で、缶詰かな魚じゃ、何これすごい。チキンとタイカレー。本場タイで製造。あと、あれですね。サバの味噌煮と水煮。で、なんだこれ、えのき、ご飯にかけて食べるやつだ。めちゃくちゃ美味しそう。草えのき塩。多分絶対美味しいやつ。それに、これも調味料系かな。これあれですね。鮭の、あれですね。焼き鮭の、なんて言うんだっけ。鮭のほぐした、鮭フレークだ。鮭フレークです。あと、マグロステーキ。うまそうだな。マグロステーキです。で、この下にお米があるんですが、今回ね、秋田小町です。いつもコシヒカリ、地元のコシヒカリを送ってもらうんですけど、今回なんか、実家でも秋田小町を買ったっていうことで、秋田小町を送ってもらったんですけど、多分食べるの初めてですね。秋田のお米。ちょっと味の違いがそんなにわかるかわかんないですけれども、ちょっと炊いて食べてみよう。よいしょ。ちょっと驚きですね。かなり味違います。若干の味の違いはあっても、お米はお米だろうって思ってたんですけど、かなり味違いますね。一発でいつもと違うお米だって分かりました。ちょっと繊細な味すぎて、言語化するのが難しいですけれども、とにかくいつものお米と違うなっていう感じがします。ちなみにどうでしょうか。これ早速、さっき開封したマンフロットのミニ三脚につけて撮ってますが、これめちゃくちゃ便利ですね。やっぱりちっちゃいからめちゃくちゃ小スペースな場所にも置けるし、今、いつも使ってるソファーテーブルの上に置いてるんですけれども、これめちゃくちゃちっちゃいんですけれども、そこにも十分三脚立てられるんで、カフェのちっちゃいテーブルとかでも全然立てられるだろうし、あとね、このね、雲台がね、もう360度自由自在に向きを変えられるっていうのがめちゃ楽ですね。もちろん上下方向もできるし、左右方向もできるし、傾きとかもね、いじったりできるので、それがね、何段階かポジションがあるとかじゃなくて、もう無段階で調整できるっていうのがめちゃくちゃいいですね。やっぱり買ってよかったです。で、それに今これ iPhone 13 Pro で撮ってるんですけれども、iPhone 13 Pro をウランジのクランプに取り付けて、三脚穴でこの、マンフロットの三脚に取り付けて撮ってるって感じです。で、Apple Watch でモニターしてますね。はい。最近この、1週間を使って Vlog を撮影するっていう、厳密に1週間ではないんですけど、だいたい1週間ぐらいっていうのを目安にして動画1本っていうスタイルで最近はやってみてるんですけれども、ちょっと今週もやろうかなと思います。2週間ぐらいやってなかったんですけれども、それもね、最近私の Vlog の YouTube のアーカイブを見てると、実家に帰った時の動画ばっかなんですよね。最近だと3月と5月と6月の初めに、実家に帰ったんですけれども、その時の動画がめちゃくちゃくっついてあるんですよね。で、この仙台でのね、Vlog がめっちゃ少ないんですよ。地元で撮った Vlog と同じくらいの本数しかないので、地元に帰る系 YouTuber みたいな感じになっちゃって、こっちで撮った動画メインにしたいのに、地元で撮った動画ばっかになっちゃってるので、ちょっとこっちで
撮る動画の本数増やさないとなっていけないっていうことで、撮っております。で、また8月の最初とかに地元に帰る予定なので、それもあって、回しております。で、そのね、今まだ悩んでるんですけど、帰省する時の動画も、クイジ屋のジャーニーの方のチャンネルに上げようかなと思ってて、まあでも、全部そっちに上げるんじゃなくて、なんか例えばこう、なんか実家に帰るとか、地元でこうなんかイレギュラーなイベントがあるとか、そういうんだったらあっちに上げるけど、普通にこう実家でゆっくりするだけの動画であれば、こっちの、Vlog のチャンネルの方に上げるみたいな、そういう風にしたいんですけど、まあとりあえずですね、まあ、もう、ぼーっとしてたら、また実家に帰省するまであと2週間ぐらいしかないんですよね。今週と、あと3連休があって、2週間半ぐらいか。来週、再来週はこっちにいるので2週間半ぐらいになると思うんですけど、まあ、そんなことで、だから実家に帰るまでに2、3本は動画作っときたいなっていうことで、ちょっと、Vlog 回します。でね、これ今、気づいた方がどれぐらいいるかわかんないですけど、この Vlog から iPhone の、純正のカメラアプリで撮影しております。最近、冬くらいから、今年の初めぐらいから、プロカメラバイモーメントっていう、サードパーティー製のアプリで撮影してて、なぜかっていうと、ログ撮影してみたかったんですよね。iPhone でログ撮影して編集時に色をつけるっていうやり方をやりたかったんですけれども、それがね、iPhone 15とかからだとできるんですけれども、この iPhone 13だと、本体だけでログ撮影ができないので、サードパーティー製のプロカメラバイモーメントっていう、1300円ぐらいだったかなの有料のアプリを使って撮影してたんですけれども、問題がありまして、まず何より気になるのは手ブレなんですよね。あのアプリって全然手ブレ補正が効かなくて、iPhone って、なんだっけiPhone 12とかから、なんだっけかななんていう名前か忘れましたけど、なんか手ブレ補正の新しい機能が搭載されたじゃないですか。こう、ハードウェアのなんか、忘れちゃいましたけれども、水平なんとかだから、リニアなんとかだから、そう、GoPro かなちょっと忘れちゃいましたけど、なんか iPhone 12あたりから手ブレ補正がより強化されて、もちろん13にも搭載されてるんですけれども、それで iPhone の、動画撮影時の手ブレ補正ってめちゃくちゃすごいんですよね。でもそのね、プロカメラバイモーメントっていうアプリでは全然手ブレ補正が効いてる感じしなくて、で、一応アプリ内でも手ブレ補正オンオフできるんですけれども、で、一応ずっとオンにして撮ってはいるんですが、めちゃくちゃ手ブレすごくて、手ブレ気をつけて撮ってるつもりでも、映像を見たらめちゃくちゃ手ブレしちゃって、で、手ブレしちゃってることは分かってたんですけれども、気をつければ手ブレしないはずだと思ってて撮ってたんですけれども、一向に改善しないので、ちょっと、なかなかこう、実用的に厳しいかなと思ったので、ちょっと、通常の、純正カメラアプリに戻してますね。なんなんでしょうね、この iPhone のハードウェアとアプリの互換性がちょっと、いまいちなのかなっていう感じがしますよね。手ブレ補正っていうのは iPhone のハードウェア側の機能だと思うので、それとアプリのアクセスがうまくいってないのかなっていう感じには思いますね。でもね、撮影してる時のプレビューを見てると全然手ブレしてる感じしないんですけど、撮影した後の映像を見るとめちゃくちゃブレてるんですよね。だからなかなかそこら辺まだ謎なんですけれども、それが一つ目の問題点。で、もう一つはマイクなんですけど、そのマイクがね、自分って外歩いてる時とか、外にいる時とか、家の中でもそうなんですけど、結構ね、Bluetooth のイヤホンをしてることが多いんですよね。で、なんかプロカメラバイモーメントってアプリが、デフォルトで、Bluetooth の、イヤホンに限らず、ヘッドホンとか、スピーカーとかに繋いでると、そっちのBluetooth で繋いだ相手の機器のマイクを使ってしようとするんですね。で、一応ね、なんかそれも設定で変えられて、なんか Bluetooth マイクで収録するか、本体の内蔵マイクで収録するかっていうのを選べるんですけど、基本的に自分Bluetooth のイヤホンしてても、本体の、マイクで収録したいんですよ。Bluetooth のイヤホンってあんまりね、通話とかビデオ会議とかする分には、いいんですけど、やっぱこういうね、YouTube に上げる動画撮影とかってなると、やっぱりね、マイク品質がちょっと、いまいちだなっていうところがあったりとか、あとはね、ここら辺触ってしまったりとか、肌が擦れたりとかする、そういうなんか余計な音が入ったりとか、何せ iPhone の内蔵マイクの性能はめちゃくちゃいいので、いずれにせよ内蔵マイクを使いたいんですが、なぜか自動的にね、Bluetooth で、
音を取る設定になっちゃうんですよね。なぜか設定で、その Bluetooth マイクっていうのを切っても、なんか、一回、その切って、最初の撮影はちゃんと内蔵マイクでされるんですけれども、一回アプリを落として、もう一回立ち上げると、Bluetooth マイクでの、集音になっちゃうんですよ。まあ、なんだろうな、保持されないんですよね、設定が。一回アプリを落としちゃうと、もう落とすって言っても完全にアプリのタスクを切るんじゃなくて、一回アプリから離れるだけなんですけど、それでも戻っちゃうんですよね、その Bluetooth の、集音の設定に。で、その設定を保持するっていう設定が見つからなくて、他の設定は保持されるんですよ。まあ、画質とか、そのログ撮影で撮るかとか、そういう、基本的な設定とかは、ちゃんとアプリを落としたとしても保持されるんですけど、マイクの設定に関してはなぜか保持されなくて、それでなんか、Bluetooth のマイクで撮影しちゃってめちゃくちゃ音質悪かったりとか、声が全然取れてなかったりとか、あとそう。音関係でもう一つ問題があって、一個やったのが、iPhone で音楽を流しながら撮影しちゃったんですよ。純正のカメラアプリって、iPhone で音楽流した状態で撮影すると、自動的に音楽が停止して、っていう、状態で撮影が始まるんですけど、プロカメラバイモーメントに関しては音楽が止まらずに撮影開始されちゃうんですよね。なので、福島駅かどっかにいたのかな。結構ね、まあ、外にいたので結構ガヤガヤした環境にいたんですけれども、それで、まあ、仙台から福島まで電車で行って、その間音楽聴いてたんですよね。イヤホンで音楽聴いてたんですけど、それ外して、で、外したんですけれども、イヤホン外しても iPhone の方でなんかポップアップが出てくるじゃないですか、音楽もう一回再生しますかっていうポップアップが出てきて、まあそれ触んなければ再生されないと思うんですけれども、やっぱりスタート画面にね出てくるんで、多分どっかの表紙で触っちゃったんでしょうね。で、音量もね、低い音量だったので、全然外にいる状態じゃ iPhone の、内蔵スピーカーから音楽流れてたと思うんですけど、聞こえなかったんですよね。で、音楽流れてることをiPhone の内蔵スピーカーから音楽が流れてることを知らずに撮影しちゃったんですよ。そしたら、人間の耳には外にいれば聞こえないような小さな音量であっても、iPhone のスピーカーから出てる音を iPhone のマイクで拾うわけですから、めちゃくちゃ大きい音で入ってきちゃうんですよ。なので、その時自分で喋ったりしてたんですけど、それが全然取れてなくて、音楽ばかり入っていっちゃったっていう、感じが起きたりして、そこら辺の不具合が結構、多いなと思ったんですよね。あとはまあ細かいところもいろいろありますよ。iPhone の純正カメラアプリだと、これ iPhone 13 Pro だと、カメラ3つついてて、0.5 倍、1倍、3倍だけかなで、3つレンズがついてると思うんですけれども、それの切り替えっていうのが動画を撮影しながらできるんですよね。まあ、標準レンズで撮ってたけど、ちょっと広い画角で撮りたいなと思ったら、動画を停止しなくても、0.5 ってとこを押せば、動画撮影を停止せずに広角レンズに変わるんですよ。まあ望遠にもできたりっていうのが、多分ね、60fps になるとできなかったんですけど、24fps か 30fps だとそれができたんですよ。できるんですよ。でも、プロカメラバイモーメントに関しては、一回動画を停止しないとできないとか、そういう細かい使い勝手とかもあって、で、iPhone のね、純正カメラアプリだと、スタート画面からロック解除しなくても立ち上げられるとかね、カメラアプリのボタン出てくるじゃないですか。あそこを長押しすると起動できたりとか、右から左にピュッとスワイプすると使えるとかね。まあ、一応ね、ウィジェットでスタート画面にプロカメラバイモーメント出しとくことはできたんですけど、やっぱりパスワードね、とか、ロックの解除を求められてたりとかして、やっぱりそういうところを考えると、純正カメラアプリの使い勝手には劣るなっていうことで、まあ、わかんないです。今後ね、また、ログ撮影したくなって、プロカメラバイモーメントに戻るかもしれませんが、ちょっとね、とりあえず、純正カメラアプリで撮ってみようかなと思います。なんかちょっとさすがに、疲れましたね。まあ一番はやっぱ手ブレかな。手ブレの問題があって、やっぱりね、最近年末あたりの動画をね、見返してたら、全然手ブレしてないじゃんみたいなことで、これちょっと純正カメラアプリに戻った方がいいんじゃないかと思ったので、とりあえず、戻します、一旦。確かに。そっか、あそこら辺ないもんな、飲み屋。一応見たいよね。そうですね。あと、ちょっとパンの種類とかね。おー、新紙幣、初めて見た。俺まだ出会ってないよ。全然。
初めて見たな。誰でしょ誰だっけね。誰かわかんう。ない。秀夫し野口英世じゃなくなっちゃったの残念だな。残念でしょ。会津人として、ね、野口英世。これ北里柴三郎。何した人？この人もハイキン学の人えで、北里大学っていうのはあるちゃんと。さあちょっと晩酌しながら家族と話してました。ですね、家族が7月の22とかだったかな、来週の週末に仙台に来ることになってたんですけど、急遽、本当は父親が、一人で来るはずだったんですけど、母親が休みが取れたっていうことで、急遽、今週末になったっていうことで、今水曜日なので、3日後ですね、に、急遽来ることになりました。今週ね、3連休なので、14、15かな。日月って、家族が来る形になります。急遽1週間前倒しになりましたが、そんなことが、決まりました。ということで、今週末家族が来ます。またその時はね、その家族が来たら一回そこは別で、Vlog 撮るんで、この動画はなので、あれだね、3日か4日ぐらいで終わると思います。土曜日くらいで。でもね、久しぶりの Vlog なんでいろいろ言うことがあるので、多分ね、尺がもうこの時点でめちゃくちゃ長くなってると思うので、多分そのくらいでもう結構、目標としてる1時間ギリギリなんじゃないかなと思います。今日は結構雨が降ってますね。昨日、一昨日あたりからずっと雨続きで、今日もね、ちょうど外に出てる時間はちょうどよく雨止んでたんですけど、結構一日中雨降ってましたね。結構梅雨って言ってももう7月も半ばですけど、でもどうなんだろうね。梅雨入りが6月の終わりぐらいだったっていうので、まだ梅雨が続いてるんですかね。7月ってもう本当に雨なんて降らずに真夏のイメージなんですけれども、やっぱり地球がおかしいんでしょうか。結構もう、ここ1週間ぐらいはもう雨の予報ですね。結構激しさを増してる。そう、ここへね、川になるんですよね。傾斜になってるから。ちょっとやばい。激しさを増してます。ガラスにもすごい雨粒がついてるし、雷もすごい鳴ってるし、これちょっと視界もちょっと曇るぐらいの雨です。ちょっとこれ開けたらまずいかな。好奇心で開けたくなっちゃう。こことかも濡れてるもんな。うわ、やば。やばいね。これ結構ここのガラスまで雨が吹き込んできてるって結構横風も強いってことですよね。結構このアパート2階のベランダが結構出っ張ってるから、そこまでよっぽどじゃないとこのガラスに雨がつくことはないと思うんですけど、もうガラスもびしょびしょ。これやばいな。家族が週末に来るときね、この 2,3 ヶ月前にできたこの、新しい飲み屋街ね、で飲もうかなと思ったんですけど、ちょっと下見がてら行ってみよう。いろいろ気になるお店があるんですよね。この時間めちゃめちゃ空いてるわ。焼き鳥とかもあるし、でも混むかな。ここ夜になるとめっちゃ混むんですよね。海鮮、そう、ここ結構海鮮系が多い。気になるね。青森のねぷたのお店。いいね。こんなところにシャトレーゼできたんだ。シャトレーゼって多分仙台だと名取の方に行かないとなかったんですよね、今まで。ここにできたのありがたい。シャトレーゼね、なぜか地元には近場にあって、結構家族がここのお菓子買ってくるんですけど、めちゃくちゃ美味しいんですよね。ちょっと今日は我慢。確かにね、安くて美味しそうなものがいっぱいあったんで、今度行こう。このティファールの取っ手が取り外し可能のフライパン、うちこれ使ってるんですけど、ちょっとねちっちゃめのフライパンが欲しいんですよね。こんぐらいのサイズ。これ何センチだろう。
うちにあるのは28センチなんですけど、28でかいんで、あ、22か。これが多分28ですね。このサイズがね結構でかいんですよね。ちょっとした料理をやるのには大きいので、なるほど。なんかね、ニトリかどっかのめちゃくちゃ安いフライパンちっちゃいの使ってるんですけど、もうねダメなんですよね。コーティングも剥がれてるし歪んできて、なのでこのせっかくならこれですね、この取っ手、うちにこれがあるんですけど、これが使えるやつだと取っ手もないから収納も楽だし、ティファールのフライパンもうねこれね 2,3 年使ってますけど、全然このコーティングとかが取れる気配がなくて、やっぱいいので、これがいい。ちょっとちっちゃめのフライパン欲しいんだけど、これとかどう？多分卵焼き用とかですよね。でもこのぐらいのサイズでいいんですよね、本当に。これよりさらにちっちゃい、これでいいかも。最近卵焼きとかも作るし、別に四角くてダメなわけではないから、これいいかもな、このサイズ。ちょっと考えよう。待って、これやばいな。雨降ってる。自転車で来たのにマジか。どうしよう。今ちょうど1時台が雨ひどいみたいで、だからちょうどヨドバシの中にいてよかったですけど、2時になると雨が少し弱くなるらしいので、もう少し駅の中探索してるか。駅の中探索しながらゆっくり駐輪場に戻るとちょうど雨が弱くなりますかね。ちょっとそれで昼ご飯持ってきたからどっか外で食べようかと思いましたけど、これはダメっぽいですね。家で食べよう。なんとかやんでくれた。チャンスだな。今日はこの地元で買ってきた会津味噌を入れたおにぎりを作ってたんですけど、ちょうどこれとハムカツがあったので、これあげて食べてます。これね、何もかけないと味がないので、ちょうど味噌味になっていいんじゃないかなと思いますね。めっちゃ美味しい。ちょっと洗濯してたんですけど、やっぱこいつ、これ毛布なんですけど、こいつがね、めちゃくちゃなんか水を吸いまくるんですよ。ありえないくらい水を吸って重くなっちゃうので、もうこれ単体で脱水かけるときにこれ単体で脱水かけないと重くて洗濯機が回んなくて暴れ出しそうになるみたいな。こいつなんでこんなめっちゃ重いんですよね。そしてでかくて絞りようがないし、分けて脱水かけないといけないっていうね。でもね、その代わり脱水かけたらもうなんか干さなくていいぐらいまで乾いてるんですよね。踏めば踏んだら結構水めっちゃ出てくる。踏んで、浴槽の中で踏んで、これで洗濯機回るか。なんでこんなに水吸うんだろう。毛布って別に水吸う必要ないよね。さあ、コーヒー休憩。いや、もう今完全に昼寝してしまいましたね。もう、7時ぐらいなんですけど、もう今日はね、帰ってきてから、なんか外めちゃくちゃ蒸し暑いんで、外に出る気にならなくてずっと部屋の中で転がってました。うわ、めっちゃ空が綺麗。コーヒーです。これ美味しいですよ。カントリーマームの新ジワールバター。これいつも行ってるコンビニでなんか安くなってたんで気になって買ってきたんですけど、なんか結構しょっぱいんですよね。しょっぱいんだけどコーヒーに合う。確かにめっちゃバター染み込んでる感じがする。
さて、夜ご飯です。じゃじゃん。これ。ナノブロックってやつなんですけど、世界最小クラスのブロックみたいな感じのやつで、なんかレゴブロックのめっちゃちっちゃい版みたいな感じで、これは日本のメーカーのやつなんですけど、それの、このブロックをね、去年の初めぐらいに多分買ったんですが、なんかちょっとだけ作って、なんかずっと1年以上放置してたのを思い出して、ちょっとやり始めたら結構面白くなっちゃって、もうだいぶもう1時間半ぐらいずっとやってて結構形になってますね。これ一応タイタニックみたいです。タイタニック。めっちゃぽくないですか？この前から見た感じもめっちゃタイタニック。この煙突これ同じの4本作んないと4本作んないといけなかったのがかなりかなりの労力でしたが、もうこの上のデッキのとこを作ったらもうほぼ完成ですね。もう残りのブロックもこれだけ。しかもこれ氷山までちゃんと表現されてるんですよね。だからもう氷山にぶつかる直前のタイタニックっていう感じで。完成図はこんな感じですね。だからもうあれですね、本当に上の部分ちょっとこの救命ボートとかがある部分を作っちゃえばもう終わり。おおいいですね。しかもこれ煙突が可動式です。向きがこうやって変えられる。まあ船詳しくないですけど、なんかめっちゃ工事してんだけど、ここだけか。何やってるんだ何をやってるんだろうかわかんない。これからなんですかね。まだ何もやってない感じ。配管とかいじったりするのかな。多分ここ掘りそうな雰囲気がします。さあということで、めちゃくちゃ久しぶりなんですが、久しぶりにランニングしてます。今とりあえず 1.2 キロなんですが、今日は5キロくらい走れればいいかな。もう2週間ぶりくらい。最近全然ランニングしてなかったので、ちょっと体力温存にね。でね、最近ね、もう完全に言い訳ですけれど、暑いんですよね。夜になっても、日中30度とかあって、夜になっても27度とかそのくらいあったので、最近なかなかできてなかったんですが、今日は22度ということで、なんか日中は雨とか降っててすごいジメジメしてたんですが、今日ちょっと夜涼しいんでランニング日和って日は出てないですが、もうね、夏になると本当に日本の夏は湿度が高いので、夜になって日が隠れても湿度で熱せられた空気が冷めないで、ずっと夜も蒸し暑いので、結構ね、夜に走ろうと思っても暑かったりするんですよね。ちょっとあれですね、最近は朝走ろうかなと思ってます。その寝る時間と起きる時間を1時間ぐらい前倒しして、朝5時くらいに起きて走ると、朝はね比較的夏でも涼しいんですよ。さすがに一晩経つと結構空気も冷めてきて、でその早朝ですね、日が出る前あたりが一番涼しいんですよね。なのでその時間に、走るといいかもしれないんで、なんかね、起きてすぐ運動するのあんま良くないみたいなんですが、それ以外の時間暑くてできないので朝ランかな。今日は夜走ってますが、多分ね、夜走るのはこれが最後になるかもしれない。あとは秋までずっと朝かもな。夏はね、朝方にならないとダメですね。去年もね、だからそれで結構うまくいって、朝もう4時半とかに起きて外に出て運動して帰ってきて、でも案の定昼間はもう暑すぎて行動できないって感じだったので、朝のうちに動いとくっていうねので結構良かったので、ちょっとそのパターンを今年もやろうかなと思います。はい、ということで今
地下鉄大野原駅のところまで来ました。35分でペース上がった。 3.6 キロ。今日5キロぐらいにするつもりでしたが、もう少し走ろうかな。もうこれ今日は10キロコースになりそうですね。もう4キロ走ったところですけど、そこ先行ったところ下ってもう一回も登ってきて、でちょうどそうすると5キロぐらいになるんですよ。なので往復、10キロになります。せっかくここまで来たので今日は10キロかな。めちゃめちゃ涼しいんですよね。もう結構ね、走ってるんで結構汗とかはかいてきてますが、めちゃくちゃ暑いっていう感じではないんですよね。結構風とかも涼しいし、いい感じ。めちゃくちゃ走りやすい気候です。来た。そこで折り返しですね。 4.2 キロか。微妙っていうか全然5キロには達してないけどとりあえずそこで折り返そう。これ自分のねランニングする時の作戦として、こういう下り坂を歩くんですよ。下り坂歩くことによってちょっと休憩になったりとか、あと足とかも痛めにくくなるので、下りは歩って、例えばこの反対側とかはこれめちゃくちゃ上りなんですが、上り坂を走るっていう、その方がより平坦なところとか走るよりも負荷をかけられるし、結構なんかエネルギー効率がいい気がして、なので下り坂はゆっくり歩って、上り坂になったら走り始めるっていうね。大野原駅のところとかもそうなんですけど、結構その方法で結構エネルギー効率が良くなってる気がします。しかし今日人通り少ないな。この道いつも混んでるイメージなんですけど、めっちゃ空いてる。もうここまっすぐ行くとドンキホーテとかあるエリアですけど、さこれね階段になってるんですけど、結構高低差あるんで、ここの部分を走って駆け上がると、それで結構もうね頂上の方に、着く頃には結構、ヘトヘトになってるんですが、さあちょっと頑張ろう。これです。ここの階段、高低差どんぐらいあるんだろうな。建物4階分か5階分、そんなにはないかな。でもそのくらいあるので、さあ行こう。あれ、そこまできつくはなかったな。やっぱり体力ついてきたんですかね。さあここから頑張って引き返します。帰宅1時間半か。結構走ったな。 8.6 キロ。これもねまた自分の動画をね、これ定期的にこうやって自分の過去の動画を見返して改善点を探してるんですけど、やっぱりこの Vlog ね、最初にいろいろプロカメラバイモーメントっていうアプリで最近は撮影してたんですけど、それの問題点についていろいろ喋って、ちょっと純正カメラアプリに戻しますって、話したんですけど、この映像がね、プロカメラバイモーメントでログ撮影して、でかつ色をつけたものなんですけれども、やっぱりねその iPhone の純正カメラアプリで出す色と違うんですよね。やっぱり自分好みの色になってるので、やっぱこっちの方が結構ね、なんだろうな、動画の雰囲気的にはすごい好きなんですが、ただやっぱりその手ブレとかはすごいしてるんですよ。やっぱりこうやって見ててもめちゃくちゃ手ブレ激しいなと思うので、すごいこれは迷いどころですね。で、この純正カメラアプリで撮影したものもちょっとね、個人的には色が強すぎるなと思ってて、ビビットが効きすぎてるというか、色がどぎついように感じるんですよね。なので実は編集時に少し彩度を下げてるんですよ。それ以外はほとんどあんまりログ撮影じゃなくて普通に撮った映像を色いじっちゃうと変なことになっちゃうんで、あんまりもうそこ以外はいじってないんですけど、どうしても色のどぎつさというかビビットが効きすぎてるのが気になって色を少し落としてるんですけれども、でもねこのログ撮影してこの色つけたビデオに関しては特に色はちゃんとね、色は出てるんですよ。それぞれの色はちゃんと出てるんだけど、ちゃんと色合いとかもいいし、色の強さとかもそんなにあまりにもどぎつい感じじゃなくて、いい感じの色味になってるみたいなね、
やっぱね、単にね、彩度を下げてしまうと、やっぱり色自体のこの発色が悪くなってしまうんですよね。まあ当たり前なんですけど、なんですが、そのままだとやっぱりちょっと色がどぎつすぎて、自分的にはちょっときついなーってなっちゃうんですよね。で、だからやっぱりログ撮影でこうやって、自分で自由に色つけられるのが結構いいんですけどね。まあこれもね、iPhone 15とかを買ってしまえば済む問題なんですけど、いきなりそんなものは買えないので、ほら、結構手ぶれしてるんですよね。これ、気をつけて撮ってるんですけれども、結構手ぶれしてるじゃないですか。で、まあ、iPhone さ、これ今13使ってるんですけど、13の手ぶれ補正もすごい優秀だし、このためにね、この Vlog 撮影してるときずっとこう、手ぶれのこと気にしながら撮るよりは、その iPhone 13 Pro の優秀な手ぶれ補正に任せて、まあそこまで手ぶれ補正を気にせず、こうラフな感じで、ビデオ撮れた方がこう精神的にも楽なんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、ちょっとね、難しいです。難しい問題。うん。まあね、これ、純正カメラアプリで撮って、サイドを下げたい、まあ、下げすぎちゃうとね、結構ね、昔の動画見るとサイド下げすぎちゃってる感じがするんですけど、まあ、少しサイド下げてっていう映像も十分綺麗ではあるんですけど、ほら、これ、望遠レンズとかで撮った時とかもこれブレブレじゃないですか。これを考えると、やっぱりちょっと、純正カメラアプリの方がいいのかな。固定して撮ったりとか、ジンバルとか使って撮る分にはいいと思うんですけど、多分そういう想定なんですかね、このアプリを作ってる側も。そういう想定で作ってるのかもしれないですね。あんまりこう手持ちで撮ることとかよりは、三脚とかに固定するか、ジンバルを使うとか、そういう装備で、ちゃんと映像制作をするっていう想定で、もう今これ GoPro の映像になっちゃいましたけど、そういう想定なんじゃないかなと思うんですよね。だからこう、普通にこう手持ちでこうラフな感じで Vlog を撮影するっていう想定じゃそもそもないのかもしれないので、そもそもこの Vlog との相性があんまり良くないアプリではあるのかもしれません。まあそもそもそのサードパーティー製のアプリっていう時点で、まあ有料ではあるんですけど、なんか、やっぱちょっとね、純正には負ける部分っていうのはあるので、まあここは、やっぱり純正カメラアプリかな。ほら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 、結構ブレてる。これもね、なんかね、自分ダヴィンチリゾルブで編集してるんですけど、ダヴィンチで後からこう手ブレ補正みたいなのかけられるんですけれども、やっぱこう後処理の手ブレ補正ってこう、なんて言うんでしょうね、電子的な手ブレ補正というか、なんだろう、そう、後処理で手ブレ補正かけたら、そのなんか独特の違和感みたいなのあるじゃないですか。こう映像が歪むというか、逆にその後処理で手ブレ補正をかけたことによって余計にブレるみたいな、そんな感じの事態が起きるので、基本的に極力後処理での手ブレ補正っていうのはかけたくないんですけど、ちょっと難しい問題ですが、まあやっぱり今のところは純正カメラアプリで行くかなと思ってます。まあ今このシーンとかも、今これ手持ちでこうやって、テレビを映して撮影してるんですけど、こうやってただ持ってるシーンとかでも、こう微細なブレみたいなのを、この iPhone の純正アプリであれば、こうやって、手ブレを補正してくれるんですけど、このプロカメラバイモーメントに関しては、手ぶれこうやって普通に持っててね、別に歩いたりとか動いたりしてなかったとしても、手ぶれしちゃうんですよね。なので、純正カメラアプリですね、iPhone は。やっぱりね、なんだろう、多分ですね、このプロカメラバイモーメントも十分優秀だと思うんですけれども、それ以上に純正カメラアプリが優秀すぎるんですよね。あまりにももうおかしいぐらい優秀すぎるだと思うんですよ、その純正カメラアプリが。だからこっちが劣って見えてしまうっていう感じだと思うんですけれども、まあやっぱりいい方を使った方がいいだろうということで、純正カメラアプリですね。で、ちなみにですね、これ今 GoPro で撮った映像を流してるんですけれども、この GoPro に関しては、ログ撮影でいこうかなと思います。まあ GoPro ってそもそもね、別に、サードパーティー製のアプリでログ撮影してるわけじゃなくて、本体にもともとログ撮影って機能が備わってるので、問題なくログ撮影、本体の機能を損なわずにログ撮影することができるし、で、そのね、GoPro とかでログ撮影するメリットとしては、やっぱりね、そのままの映像だと、なんだろう、アクションカメラ感みたいなのがね、やっぱり否めないんですよ。GoPro とかそういうアクションカメラで撮ったな、みたいな映像になってしまうんですけれども、それをログ撮影して、後からカラブレして色をつけることによって、アクションカメラ感が少し軽減されるんですよ。
これもですね、今 GoPro で撮ったって言ったから GoPro で撮ったように見えるかもしれないですけれども、結構なんか、ちゃんとしたカメラで撮ってるように見えません？気持ち。色の付き方の加減で、どうでしょうか？結構ね、そのアクションカメラ特有のチープさっていうのは、こうやってログ撮影して、後からカラグレすることによって、結構ね、なんかクオリティの高い映像になってるのかなっていうのは、あくまで個人的な感想ですけど、そんな感じがするんですよね。どうでしょう？だからね、GoPro に関してはログ撮影でいきます。うん。ちなみにですね、今これちょうどいいタイミングで切り替わりましたけど、これタイムワープで撮ってるんですよ。で、なぜかね、そのタイムワープでログ撮影ってできないんですかね。なんかタイムワープの設定にログ撮影って項目がないんですよね。なんか止まっちゃった。ちょっと、止まっちゃいましたが、今、この時間ね、夕方って、うち Wi-Fi が遅くなっちゃうんですよね。タイムワープは、なぜかね、普通のこの、レック709で収録されちゃうんですよ。ログ撮影の設定がなくて、どっちかというと GoPro って普通のビデオの撮影モードよりタイムワープとかタイムラプスの方がね、使うんですけど、なぜかね、ログ撮影できないんですよね。うん。はい。これも、なんかね、色の付き方的に、やっぱりビビットが効きすぎてるのかな、GoPro に関しても。だから少しね、再度下げれば落ち着くかもしれないですけど、やっぱりね、十分ね、GoPro これ一応ね、ヒーロー12で最新の GoPro なので、そこそこいい映像であるんですけど、やっぱりこうアクションカメラ特有のね、チープ感が出ちゃうんですよね。で、これGoPro の機能として、タイムアップ撮影してるときに、そう、タイムラプスとタイムアップの違いとして、タイムアップで撮影してるときは、はい、今これですけれども、リアルのスピードにね、途中で切り替えることができるんですよ。一回動画を、収録を一回停止しなくても、そのまま、今こんな感じでですね、一回も動画カット入れてないんですけど、こんな感じでリアルのスピードと、このタイムアップの倍速のスピードで、こうやってボタン一つで切り替えることができるので、こういうね、マラソン大会なんてめちゃくちゃそのタイムアップの機能を使うのに適してると思うんですけど、こういう見せたいところだけ、リアルスピードにして、で、また走り始めたらタイムアップで、タイムラプスみたいな感じで倍速で撮影するみたいな感じができるんですよ。これ映像が今カクカクして止まってるのはね、Wi-Fi のせいです。これがね、ロゴ撮影できたらいい気がするんですけど、なぜできないんでしょうね。別に技術的には可能なことだと思うんですけれども、自分が設定を見つけられてないだけなんですかね。できるのかな？普段の Vlog とかであれば、その日の入りとか夜明けの様子とか、車とか自転車での移動シーンとか、そういうのをね、タイムラプスとかタイムアップとかで撮影することが、この Vlog での主な GoPro の使用方法なんですけれども、ね、ちょっと設定見てみますか。はい、こんで今タイムワープってありますよね。で、ここの普通のビデオ撮影だと、ここに、ログとか HDR っていう項目が出てくるんですけど、このタイムワープの設定に関してはそういう項目がないんですよね。ないよね。今改めて確認してみてますけど、待って。これじゃない？カラー、今フラットってなってるけど、もしかして、違うっぽいな。ナチュラル。残念。違った。でもどうなんだろう。フラット。いやでもログっぽくないな。フラット、ナチュラル、ビブラント。フラットにすると確かに色は落ちるけど、ログ撮影ほどではないよな。今ちょっとせっかくなんで、GoPro の設定を見直してたんですが、これよくよく考えたらGoPro ってこれ 4K が最高じゃなくて、5.3K まで撮影解像度できるんですよね。なので、今ちょっとその GoPro 関係の動画とかをいろいろ見てて、4K で、最終的に 4K で、アップロードとかするにしても、5.3K で撮影することによって、4K にダウンスケーリングした時も、より綺麗な 4K になるっていうね。なんか結構前に、フル HD で上げるとしても、事前に 4K で撮影しておくことによって、より綺麗なフル HD になるみたいなことを聞いたことがあって、それと同じ要領なんですけれども、4K で最終的に動画を作るとしても、
まあ、それ以、解像度がそれ以上に高い 5.3K で撮っておくことによって、まあ、より綺麗な 4K になるし、そしてですね、まあ、後で、拡大したくなった時、まあ、編集時にクロップしたくなった時に、5.3K だと、少しクロップしても 4K の解像度保たれるんですよね。なので、ちょっと 5.3K で撮ってみようと思います。で一応ね、今容量、これね、多分ね、全然SD カードをね、まあ今ね、多分半分ぐらいしか撮影できないっていうか、全然 SD カードの容量の、整理をしてないので、半分ぐらいしか撮影できませんが、34分。で、これ、何ギガのやつ入ったかちょっと忘れましたけど、128かな。それで、だいたい1時間取れるんですかね、この計算だと。1時間10分か。で、まあ、容量に関しては、まあ、SD カードね、もう1枚あるので、それ差し替えればいいんですけれども、問題はバッテリーですよね。バッテリーの減りがどんだけかっていうことですけど、それも試してみないといけませんね。結局、予備バッテリー、買う詐欺で全然買ってなくて、今、2本しかないんですよね。この本体に入ってるバッテリーを含めて2本しかないので、まあ今ね、まだ夏なのでいいですけど、これが冬とかになったら、もっとバッテリーの消費激しくなると思うので、目標冬までには予備バッテリーを買うって言って買ってない未来が見えるんですけれども、どうでしょうね。まあ夏であれば、まあ今度ね、そっか、夏は夏で熱暴走の問題が出てきますよね。これ 4K で撮影するより 5.3K の方が、まあバッテリーの消費もでかいし、本体のこうね、処理も、負荷がかかるから、今度ね、熱暴走するかもしれないですね。ちょっとそこら辺の、ね、そのバッテリーの持ちとか熱暴走とかも含めてちょっと明日にでもちょっとどっかでテストしてこようかな。で、本当に 5.3K で撮影したら、4K にダウンスケーリングしても映像が綺麗になるかっていうことも含めて。まあ、この家にそもそもね、5.3K を撮影で、5.3K を再生できるディスプレイがないので、最高 4K なので、まあディスプレイに、大きいディスプレイね。まあこのテレビに映すためには YouTube にアップロードしないといけないんだけど、PC のこのね、27インチの大きいディスプレイで見てみて、本当に 5.3K で撮影することによって 4K で再生しても画質が良くなるのかって。それであまりにも変わらないようだったら、やっぱりその容量の問題とか、バッテリーとか熱暴走とかの問題もあるから、4K に戻した方がいいかなっていうのはあるんですけど、ちょっとテストしています。明日。今もう暗いので、暗いと GoPro ってもう使い物にならないんで、明日。ちなみにもうこれ、この前買ったこのマンフロットの、先日買ったこのマンフロットのミニ三脚。もうこれはもうずっと GoPro につけてますね。もう常に GoPro につけて収録しちゃ、運用するつもりです。まあ多分 iPhone で使うことはね、まあ一回 iPhone で使いましたけど、多分 iPhone で使うことあんまないんじゃないかな。もう多分、もう GoPro とセットで、もう使うことがメインになると思います。なので多分ずーっとこれに GoPro つけとくかな。もうこのままね、バックパックとかに入れてもいいので、なのでね、GoPro ってちっちゃいからカバンの中でどこに入れたか、探したりすることも何度かあったので、もう常にこの三脚につけとく。そしてズボッとこのままバックパックに入れとくと、めちゃくちゃいいのかも。そしてすぐ、はい、パッと。5秒で撮影開始。もうこれ余裕ですね、完全に。このマンフロットのミニ三脚につけたまま GoPro をカバンに入れてますが、スッと。ちょっと暗くて見えにくいと思いますが、これね、このいつものノースフェイスのバックパック、この2番目のポケットの中央あたりにスポッと入ります。で、もう撮影したくなったらスッと。もうこれはもう完全にセットでいいでしょう。もうずっと、ここは、つなげておきます。このマンフロットのミニ三脚と GoPro。もうこれはセットです。もうこの環境完璧でしょう。やばい。盛大にこぼしました。これ半分食べたら寝ます。
はよう鳥ちゃん。あ、マイクオンになってた。マイクオンになってなかった。おはよう鳥ちゃん。おはよう。おはよう。鳥あれびくともしない。完全な無反応。絶対宗教勧誘の雰囲気。無視。今日はおそらく一日家の中にいることになりますかね。早く起きれたら朝散歩にでも行こうと思ったんですけれども、もう今日起きたの9時半ぐらいだし、もう日中暑すぎるんですよね。そして明日仙台に家族が来てくれて、いろいろ買い物とかして、回ったりする予定なので、多分明日は一日外にいると思うので、ちょっと今日は家の中に、こもってようと思います。でも夕方になったらね、ちょっと外に出てみようかなと思います。今の気温は28度っていうことで、絶対暑いでしょ。部屋の中にいても暑いぐらいです。シリが反応した。あ、これも反応してる。あ、やばい。そういえば疑問に思ってる方結構多いかもしれないですが、なんでそんな暑がりなのに真夏にホットコーヒー飲んでるんだっていう話なんですけど、まあホットコーヒーとアイスコーヒーだったらホットコーヒーが好きってのもありますけど、本当はアイスコーヒー飲みたくても、アイスコーヒーって作るのめちゃくちゃ手間かかるんですよね。何時間もかかったりとか、冷蔵庫で冷やしたりとかしないといけなかったりとか、手間がかかるんですよ。まあ買ってくればね、アイスコーヒー買ってくればすぐ飲めるんですけれども、ああいうなんか、ペットボトルとかのそういうやつって、ちゃんとこうね、豆から入れたのを飲みたいんですよね。そしてね、高いんですよ、アイスコーヒーって。なので、ホットコーヒーですね。なので最近はなんか熱々の状態で飲むんじゃなくて、ちょっと冷ましてから飲んだりしてます。ホットコーヒーでもアイスコーヒーでもなく、こう、ぬるコーヒーみたいな感じで。そういえばこいつ、ずっと冬の間、冷蔵庫の中にずっとあったんですけど、この、なんていうの首に巻きつけるとこれがこう、冷たくなって、こういう首に巻く、冷却リングなんですけど、なんか、普通にこう、冷蔵庫とかの温度で、これが凍って、なんか普通水とかだとこう、0度以下にならないと凍んないじゃないですか。でもこれはこう、10何度かで、凍る素材になってて、それをこう首に巻くとめちゃくちゃ涼しくて、で、体温で少しずつ温められて、なんか液体になってきたらもう一回冷やすみたいな。そんな感じのやつなんですけど、これがね、これやることによってめちゃくちゃ涼しいんですよね。首って結構太い血管が通ってるから、そこ冷やすと、こう全身に行く血液が、温度が下がるんで、ここ冷やしとくだけで全身涼しくなるっていうね。なんかね、やっぱね、夏とかだと、こう家の中にいて、もう、動いてるとやっぱり汗かいてくるんですよね。なんかこう掃除したりとか、片付けしたりとか、エアコンがかかっているところでも、動いてると汗かいてくるので、まあエアコンプラス、これって感じで、やるとね、結構快適です。で、
作業が終わったらもう一回冷蔵庫に戻すと。めちゃくちゃいいです。今日はこの、ソファーのところに敷いてある、ラグを洗っています。去年も洗ったんですけど、めちゃくちゃ汚かったんですよね。でも夏になったら洗おうと決めたので、今年も洗っていきます。うわ、濁ってるな。結構水がかなり濁ってます。こうやって足でひたすら踏んでって汚れを出していきます。うわ、結構水濁ってる。やっぱ洗ってよかったな。水が灰色になってます。うわ、これやばくないですか、この水の色。もう2回目も、これ1回すすいで2回目ですけど、水がもうグレーというかもうほぼ黒ですね。黒い水が出てくる。よし、とりあえず洗って干しておきます。干しておきました。これがね、ちゃんと水切ったつもりでも全然切れてないんですよね。そして持ってくる過程でめちゃくちゃ濡れました。さあ、昼ご飯はそうめん。お、インコちゃんちゃんとご飯食べてますね。ちょっと今30分ぐらい編集したとこなんですけれど、やっぱりなんかこの PC 最近熱がこもりがちですね。30分ぐらい編集してると結構熱持ってきて、結構このプレビューとかもカクついてきたりしてきちゃうので、あんまり連続して編集できないんですよね。このだんだんパソコンが熱持ってきて、動作が遅くなってきたら、PC が冷めるまで休憩するみたいな。それで結構休憩を取る目安にはなってるんですが、やっぱちょっと書き出したりしてる時とかも結構ね、熱暴走して停止したりとかはしないんですけど、結構やっぱり熱持ってきて処理が遅くなるのか、レンダリングも遅くなったりとかしてくるんですよね。なんでなんだろうな。この PC 買った時は本当にね、大丈夫だったんですけど、もう今年の初めとか冬くらいからこの症状があったので、一回ね、この PC をね、一番いい方法としては、一回リセット、初期化、バックパック取って、バックパックだってバックアップ取ってから、初期化するのが一番いい方法だと思うんですけど、なかなか忙しくてそれできないんですよね。時間もかかるだろうし。iPhone とかだとすぐできるんですけど、なかなかちょっと、できないんですが。あれだ、目標としては実家に帰るまでやる、だな。実家に帰るまで一度初期化、やろう。あとこの今メインで使ってるこの SSD も全然、空き容量がないから、この Mac のバックアップを取るのに、空き容量結構必要だと思うので、まずこの SSD の容量を開けるところからやらないといけないんですよね。それには、溜まってる動画とかを編集しちゃわないといけないという感じで、結構大変そう。待って。めっちゃ涼しいんだけど。今の気温24度っていうことで、そんなに涼しい気温でもないんですけど、太陽が出てないせいかめちゃくちゃ涼しい。いいですね。で、雨も降ってないし、やっぱり午前中というか日中は外出なくて正解でした。今、6時21分、このぐらいの時間になると、でもね、日が出てたら猛暑日であればまだ暑いんですが、今日くらいの天気であれば全然楽ですね。で、ちなみにこれ、今、これは GoPro 12 Black で、撮影してるんですけれども、この前テストするって言った、5.3K と 4K の比較動画ということで、これ今この映像は 5.3K で撮ってます。もちろんこの動画自体は 4K で書き出すので 4K までダウンスケーリングされてるんですけど、5.3K で撮影して、もともと 4K で撮影して 4K で書き出すよりも 5.3K で撮影して 4K で書き出す方がより綺麗な 4K になるっていうことで、ちょっとそのテストをね、してみたいんですけれども、今は分かんないんで、後からPC に取り込んで大きいディスプレイで見ないと、答えは分かりませんが、どうでしょうか。今これ 5.3K で撮影してます。ではちょっと 4K に切り替えます。はい、これ今 4K で撮ってますね。違いはどうでしょうか。
まあ、4K でも十分綺麗だと思うんですけど、フル HD の映像とかであっても、なんかね、そのフル HD で撮影してて、なんか私の前見てた YouTuber でフル HD で動画出してるんだけど、元素材は 4K で撮影してて、でフル HD で書き出すんだけど、まあ、ダウンスケーリングされて 4K の素材がフル HD になっちゃうんだけど、元からフル HD で撮影したものより綺麗になるらしいんですよ。だからより綺麗なフル HD になるみたいなことを言ってる人がいて、確かにその人の動画ね、フル HD にしては綺麗だなと思ったんですよ。なのでちょっとそれがね、この 5.3K で撮影することによって、4K に落としてもより綺麗になるんじゃないかっていうことで楽しみです、結果が。はい、では 4K に戻しておきましょう。やっぱ GoPro 楽だな。これ水平とかもね自動で撮ってくれるし、GoPro ってこう電源入れなくてもこう電源切れた状態から録画ボタンカチッて押すだけで自動的に録画開始されて、で録画ボタンもう一回押すと録画終了して、で勝手に電源が落ちるんですよ。だからその電源を入れるっていう作業が必要なくて、いきなり録画っていうのができるんですよ。だからめちゃくちゃ楽すぎます。いやーいいね。そういえばなんかここいつもなんかランニングする時のコースになってるんですけど、ここなんかずっと工事してたこの縦寄りができてますね。早って感じですけど、まだこの前見た時骨組みしかなかったのに早すぎる。今日もね涼しいからランニングしてもいいかなと思ったんですけど、昨日10キロ近く走ったし、なんかあんまり連日走るのも良くないみたいなので、今日はちょっと、軽めにウォーキングということで、まあもうこれも30分も歩きませんけど、ちょっとね今日一日全然外に出てなかったんで、少し歩いとこうということで、特に目的じゃないんですが、なんかあそこの建物の反射でめちゃくちゃ夕日が綺麗なのかなと思って振り向いたら見えなかったな。もうちょっと上の方行ったら見えるかな。ていうかあれだ、この前買ったマンフロットの三脚、グリップ力もテストしようと思ったんだけど、これ GoPro 単体で持ってきちゃったな今。ほら、そのねグリップ持ち心地とかどうなのかっていうのもテストしようと思ったんですけど、完全に忘れてしまいました。これ昨日走ってる時に気になって、何の工事だろうって言ってたやつなんですけど、これはバス停移設の案内ですね。電気工事って書いてあるから上かな。上って言っても電線がないから、やっぱり下に埋まってるってことか。下掘って電気の工事するのかなっていう感じだと思ってます。まだ掘り始めてないかもう終わったかわかんないですけど、いつものランニングのコースでございます。いろいろね家から細い路地を歩ってきましたけれども、本当ならばここに直接来れるなら、っていうかもうここの道を走りたいがために今の道を通ってきたので、家から直接この道路に出れたら最高なんですけれども、ここが一番走りやすいんですよ。車は結構いるんですけど、歩行者とか自転車とかが少ないし、道幅も広いし平坦だし、めちゃくちゃ走りやすいんですよね。なのでもうここがもう自分の中ではもうランニングロードというかランニング専用場所みたいな感じに認識してるって感じです。めちゃくちゃいいんですよねここ。なんて言うんだろうね、ここの道。ここですね。GoPro だから多分ねこれ拙者ピントがね合ってないと思うんだけど、なんていう道なんだこれは。特に書いてない。なんだろうね、国道なのかな、国道なのか県道なのかそれもわかんないですけど、ちょっとねめちゃくちゃ夕日が綺麗なのがね見えたんですよ。夕日といってもこう空全体がこうオレンジ色になるんじゃなくて、こう太陽だけが発光してるみたいな、そんな感じの、夕焼けなんですけど、うまく見えないな。やっぱり空が全体的に色ついてくれたら綺麗なんですけど、その太陽だけが光ってると、その太陽を直接見れる場所に行かないと見れないですね。でもねめちゃくちゃ綺麗なのがパッと見えたんですけど、なかなか難しい。でもめちゃくちゃ綺麗だと思いますよ。めちゃくちゃもう赤い丸い太陽がね見えたんですよね。
ちょっと空の色がね少し変わってると思いますが、ちょっとこっからだと見えないかな。あそこ曲がったら見えるかもしれないですけれども、あそこ曲がって見えなかったら引き返そう。喋りに夢中になってててっきり忘れてましたけれども、このクラスは GoPro もうきついかな。結構ねもう暗いということに気づいて、 GoPro どうだろうな。今プレビューで見てる感じだとまあ大丈夫なんだけども、 GoPro のディスプレイめちゃくちゃ小さいので、どうだろう、厳しいのかな。まだ日没はまだ先なんですが、結構暗い。大丈夫かな GoPro。 ちょっと木の後ろから見えるんですよ。これ iPhone の方がいいかな。はい、今カメラ iPhone に切り替えましたが、渡ったら見えるかな。さあここすごい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 、一瞬見える。ほらあれめっちゃすごくない？なんか誰か楽器を練習してますね。もう沈んじゃいますねあれ。ちょっと iPhone だとうまく映んないんだな。絶妙な色味すぎて表現できてない。でも沈む瞬間を見ることができました。iPhone には映ってないと思うけど、道路当たった時が一番綺麗に見えたな。まん丸く全部見えたんだけど、やっぱむずいね。写真に収めるのはむずい。さあじゃあ引き返そうかな。ちょっと歩くつもりが結構歩ったな。もうここまでで多分 2,3 キロあるからな。もうこの日暮らしがいい雰囲気出してる。夏の夜っていう感じですね。そういえば今年はまだ全然夏らしいことしてませんね。花火とかも全然見てないし、夏祭りとかにも行ってないな。ちょっとイベント探そうかな。まあもうでもね、実家に帰るまであと1週間ちょっとしかないんでね、仙台でそういうイベントに参加できるか分かんないけど、でも地元でねいろいろ、楽しいイベントとかがあるか分かんないですけれども、今年の夏は地元がメインですかね。仙台で有名な、七夕祭りとか仙台花火大会だっけ、めっちゃでかい花火大会あるじゃないですか。あれね行きたいんだけど、ちょうど地元に帰ってる期間中なんですよね。なのでその仙台でのでっかいイベントはね、有名なイベントはね行けないんですよ今年。さすがにこのクラスだと GoPro ちょっときつくなってきたかもな。やばい、さっきの映像大丈夫だったかな。やっぱり GoPro 少しでも暗いと厳しかったかも。大丈夫でしょうか。使い物になる映像だかちょっと心配。やっぱなんだかんだ言って最強カメラは iPhone なんですかね。 iPhone でかつ純正カメラアプリねがもう一番最強なのかもしれません。あそこにも書いてあるんですけど、このちょっと渡ろう。うまっ。めちゃくちゃうまいですよ。 KFC とかに全然負けてないレベルでめっちゃ美味しい。これね家族にも勧めたら家族もめっちゃ気に入ってるみたいで、これめちゃくちゃ美味しいですよ。そしてさらになんか味の種類も増えて、これノーマルのやつなんですけど、なんだっけ梅しそ味だかっていうのもあって、あれもめちゃ美味しい。165円とかだったんですよね。なのでファミチキとか買うとね200円ぐらいするんで、これ全然お得だし美味しいし絶賛します。ワークアウト始めてなかったから分かんないですけど、どうだろう、1時間近く行ってたのかな。散歩結構行きましたね。なんかね歩いてる時はそうでもないんですけど、家に帰ってきてこう立ち止まると暑くなるっていうなぜかね歩ってた方が涼しいんですよね。風があるからなのかな、それとも動いてるから暑さが紛らわされるのか。いやどうなんでしょうね。そういえばこれ乾いたかな。乾燥機が必要になる予感はしてますけど、こっちまでダメだね。こっち意外と乾いてるわ。結構乾いてくれました。オッケーオッケー。明日までには絶対乾くと思います。後で中に入れます。じゃあせっかくなんで明るいうちから飲みます。
ぱりなんかどっかで花火やってるわ。ちょっと待って、ちょっと見に行こう。どこやってるかわかんないけど。どこだあっちの方かな。あ、そうだね。あっちだあれかな、駐屯地とかの方ですかね。去年もなんか同じこと言った気がする。なんか駐屯地の方で花火がやってて、うちから聞こえて見に行ったみたいなね。あそこのちょうどね、景色いいところからね、前は見えたんですけど、もう今ね、あれ建売りの家が建っちゃったので多分見えないかな、音だけ。ちょっと音だけしか楽しめないかな。見えないだろうな、この道路からは。このマンションの人とか見えるんだろうな。羨ましい。今の車から出てきた人も見えなかったねって言ってますね。だから見えないかな。ここの上がったところから昔は見えたんですが、あれ終わったかな。音が止みましたね。そうまだ鳴ってるわ。そう、ここに新しい家がねできちゃったんで、もう人住んでんのかな。人住んでそう、明かりついてるし、そうちょうどこの方向で見えたんだけど、この家がでっかい家が建っちゃったんで、車止まってるね。人もう入居しちゃうんだ。でもここの家の人は今めちゃくちゃ綺麗に見えてんじゃない。待って、めちゃくちゃ欲しいんだけど、惜しすぎる。こんなギリギリで見えないことある？そうだね、多分あれだわ、駐屯地の、花火なんじゃないかな。去年も多分こんぐらいの時期になんか駐屯地、自衛隊の駐屯地でイベントをやってて、その花火がね打ち上がってて、去年も同じような行動をしてましたが、それ一応ね下に降りてきたけど、多分下に降りても見えなかったんですよね。ダメですね。この道路の開けてる方向だったらよかったんだけど、建物側だからな。すごいなんかみんな家から出てきてるけど、全然見れてる人はいなさそう。マンションの上とかから見てる人は見えるだろうけど、道路からは見えないね。ほら、あれ煙は見えるんですよね。めっちゃ惜しい感じ。ちょっとこれ奇跡じゃない？半分だけ。今ちょっとこれお店の入り口だから車が来たらどけないといけないですけど、半分だけ見えるぞ。暗すぎて望遠レンズには切り替わらない。意外とね高い建物多いんですよね、ここら辺。結構中心部から離れてるような感じですけど、会津だったら絶対見えるのにな。見えた見えてますね。これすごいね、煙終わったかな。終わったっぽい。また始まった。花火って分かんないんですよね。終わったっぽい雰囲気でまた始まったりするんで。下の方だな。来た。これがね iPhone ってね、明るさ足りないと望遠レンズに切り替わらないんで、本当は望遠レンズにした方が綺麗に撮れるんだけど、望遠レンズにしてもこれただの3倍のクロップズームになっちゃうんですよね。明るさ足りないと望遠レンズって機能しないんですかね。でもね、静止画の方が綺麗に撮れるんだけど、何枚か静止画撮ったし、
やっぱ花火だとちょっと動きがあるから、やっぱり動画で撮りたくなっちゃいますね。おー、綺麗。なんかクライマックスっぽい雰囲気がだいぶ出てる。お、クライマックスじゃない？ちなみに今これ私がメインで使ってる天気予報のアプリのウェザーニュースからなんかおすすめされた、これ今ライブ配信でやってるみたいなんですけど、伊勢神宮の花火大会のライブみたいです。あれちょっと煙、コメントでもみんな言ってるけど、確かに煙すごすぎて花火が見えないですね。これはちょっとね、会場にいるのに花火が見えないという。もったいないね、ちょっとこれは。確かに。まあ見えるっちゃ見えるけど、薄いし。でもね、これはこれでなかなかないことだから、珍しいっちゃ珍しいのかもしれないですけど、わざわざ会場行ってこれだったらちょっと悲しいかもしれないですね。まあ、ぼやっとしか見えないっていう。もう、でもどうなんでしょうね。これはこれで幻想的なのかな。なんかほぼ雲が光ってるだけみたいな感じですけど。今なんか宮城県の会社みたいですね、今の花火。いや、これは打ち上げてる側もがっかりでしょうね。せっかくみんなに見てもらいたくて上げてるのに。これじゃね、ちょっと悲しいです。さあ、夕飯。ちょっと作るのめんどくさかったんでおかずはないですね。白飯と味噌汁と、あとこれ多分もう1回分ぐらい少しだけ残ってるご飯にかける浪江焼きそば。父さんだ。ちょっとね、明日の予定家族に聞かないといけないんで、つなぎました。よーぽーさん。よーぽーさん。よーぽーさん。おはよう。ご飯食べたか？あれ、ちなみに、1年の中で最も日が長いのが、夏至ですね。夏至が、6月の26だか29だか、そこら辺ですよね。だからもう、とっくに2週間ぐらい過ぎてますが、だから、あれですね、まあ、だいたい、今ぐらいが1年の中で一番日が長い時期だと思います。うん。今も8時ぐらいでやっと暗くなったぐらいですが、まあ多分、これからもうどんどん日が短くなってしまうと思うんですよね。まだまだ全然夏これからだと思ってたら、もう日はね、短くなっていく一方。なので、ちょっと早起き頑張ろう。今ちょっとさっき散歩に行ってきた時の GoPro で撮影した映像をちょっと、このでっかい 4K ディスプレイで見てみたんですけれども、4K と 5.3K の違い。まあそもそもこのディスプレイが 4K しか出せないので、4K までしか出せないので、5.3K の映像も 4K に落とされているような感じになるんですけれども、ちょっとね、なんか明るさ足りないのかな。やっぱりなんかノイズが多すぎてちょっと
比較できないというか、まあ結構夕方に撮ったから、ちょっとノイズが多くて、比較できないというか、ノイズに邪魔されて、その物の輪郭とかがあんま見えないんですよね。でも、そこまでこう、画質に影響するほど暗いとも思わなかったんですけど、もうちょっと本当になんか晴天の日とかに、見ないとわかんないかな。でもそこまでしてわかんないようだったら別に 4K でいいのかなっていう気もするんですけど、なんかノイズが多いね。でも、これね、MacBook のディスプレイで見てたら、全然ノイズわかんなかったんですよ。でもこの27インチのディスプレイで見たらノイズがね、分かったって感じなので、そもそもここまで画面を広げてこんなに凝視して確認するレベルなのかみたいな、こう、スマホで見たらそんな、ノイズとかわかんないし、なんか、まあ、テレビとかで見たらわかるかもしれませんが、別になんか、普通に使える映像ではあるので、そこまで気にする必要あるのかっていう感じなんですけど、ちょっとこだわりたくなっちゃうっていうところがあるんですよね。これで、まだ 5.3K の撮影して全然日付が経ってないので、でも、あれですね、今、ちょうど 4K で撮影したシーンになりましたが、改めてもう一回見てみたら、ちょっと違うかな。やっぱり 4K の映像の方が、やっぱりちょっと、別に、綺麗なんですけど、5.3K の方が、物の輪郭がはっきりしてるような感じがありますね。あと、ちょっともうちょっとで切り替わるので、そこまで見ますが、やっぱちょっと違うかもな。5.3K の方がいいのかな。やっぱ 5.3K 見てからこっち見ると、やっぱ若干 5.3K の方がいい気がします。じゃあ分かった。とりあえず、5.3K で撮影してみて、で、まあ5.3、5.3K でとりあえず撮影して、で、もう一回今日以上に明るい日ですね。こう、晴天の日とかにテストしてみるのと、そして 5.3K で撮影、まあ日常使いとかしてみて、そのバッテリーの消耗度合いとか、容量とか、GoPro の容量どれぐらい食うのかとか、あとこの PC で編集してて PC に結構負荷かかるのかとか、そういうのも、見てみて、5.3K で撮影するか 4K で撮影するかっていうのを決めようと思います。まだ決めらんないですね。今日の時点では。まだちょっといろいろテストしないといけないようです。